アンニョンパクンです。今こちらにですね、いい先生を招いております。東京の赤坂で皮膚科クリニック運営されている、医者さんですけれども、韓国人なんですよ。でもなかなか複雑な形の韓国人でして、ぜひその話を聞いていきたいと思います。どのような環境で生まれ育ったのか。在日3世になります。父が在日の2世で、母が結婚して日本に来たテジョンっていう地方の出身になります。生まれは東京で、育ちも東京の、国籍は韓国のままで大人になりました。普通の在日の方とは違うかなっていうところが、例えば韓国学校とか朝鮮学校みたいなところは私は通ったことがなくって、日本の学校を幼稚園から大学まで出ています。その中で自分のアイデンティティについて考えたことはありますか？あります。まず名前、在日韓国人は通称名って言って、自分はリーが韓国の名前で、日本の通称名は大山って言うんですけど、その名前を使って生活してる人もいれば、使わないで生活する人もいて、私たちはその名前をほとんど使わずに成長してきて、学校も全部韓国の名前で通ってきました。周りから、何人なのとか、最初の頃は中国人って結構聞かれたり、リーなので、中国人とか韓国人みたいに聞かれることから始まって、ちょうど私が小学校の時、日韓ワールドカップがあったので、その時に友達に日本と韓国どっちを応援するのって聞かれた時、どちらか側に立たなきゃいけないんだって思った時が一番最初の違和感だったなと思っています。結果はどうなったんですか？その時は悩みながら友達に、私はどっちも応援してるって言ったと思います。学生時代別にその韓国ルーツってことで苦しんだりことはなかったイメージですか？いじめられたとかそういうのはなくって、弟とかは少しそういった経験もあったのかなと思うんですけど、私はどちらかというと割と国際的な懐の広い学校で育ってたかなって、友達にも恵まれたと思うので、唯一寂しいなみたいに思ったのは 3.11 の東北の大震災の時に、友達たちがみんなコンビニとかに物が並んでいるのを誰も泥棒しないできちんと並んで買う日本人って素晴らしいみたいな話をしたことがあって、それがすごいツイッターとか SNS で溢れた時に、私も別に泥棒しないし、別に韓国人だけど別に日本のみんなと変わらないのに、私はそこに入れないんだなって思った時、みんなが私のことを別に仲間外れにしようとしてるわけじゃないんですけど、なんとなくみんなが仲間意識を出す時に日本人っていうくくりになった時、入れないなって思って寂しくなることはあったかなと思います。そこで在日の方だと国籍を日本国籍に聞かされる方もいると思います。いい先生は韓国籍ですよね。そこになんか考えとか価値観とかありますか？じゃあ帰化したら日本人になれるのかっていうのも考えました。ただ結論としては、じゃあ帰化して書類上国籍っていう形上日本人になったからといって心の中とか育ちまで全部日本人になれるわけじゃないし、じゃあ逆に韓国に行けばいいんじゃないかってことも考えたことあるんですけど、韓国に行っても日本で生まれ育ってしまうと文化の部分が日本人的なところも多いので、日本人にもなりきれない韓国人にもなりきれない中途半端な存在だっていうことに苦しんだことはあります。ただ今はだんだんどっちかっていうよりかはいろんな背景を持っていることが多様性につながったりするっていう、社会に少しずつ変わってきてると思うので、それで自分のこの曖昧だったり面倒くささを愛して生きていこうっていう風にどっかのタイミングで腑に落ちて変わったので、このまま日本に暮らしているけど韓国籍っていうのは維持したいなっていう風に思うようになりました。もしかしたらお医者さんになったのもそういったルーツと関係がありますか？そうですね。端的に父からまずは資格のある職業に就きなさいって言われたのが大きかったなと思います。父の時代と私の時代また少し違ったとは思うんですけど、父がちょっとだけ生活する中で少しだけ韓国人でいると暮らしにくいっていう風に感じる瞬間があったんだと思います。もしかして一生懸命勉強頑張っても会社の面接とかで国籍をこのまま韓国人でいるのかどうかっていう風に問われる可能性があるよ。そしたら君が頑張った努力とは別に見えない差別があってキャリアを諦めなきゃいけない瞬間が来るかもしれない。だから資格のある職業に就きなさいっていう風に言われたのが印象的だったので、実際在日の医者か弁護士とか多いとは思うんですけど、それで資格
なる職業に就きたいなと思って、医者の道を選んだっていうのは大きいかなと思います。将来のことを考えて、リスクが低い方がいいよね、みたいな。そうですね。一生懸命頑張ったのに、自分の変えられない部分で報われない思いをするのが嫌だなっていうふうに思ったっていうのはあるかなと思います。ありがとうございます。その皮膚科を今赤坂にオープンされているとのことですが、赤坂にオープンされているのも理由がある？理由あります。皮膚科として周りとの競合とかもちろん考えてここにしたっていうのもあるんですけど、それ以上に今まで自分が大学病院で働いて、いろんなクリニックでアルバイトとかをしていた時に、韓国語しか喋れない患者さんにたまたま偶然出会ったりすることがあって、そういう方の意外と住所が赤坂なことが多くて、で調べてみたら、赤坂って駐在員が多かったり、あとはその韓国料理屋さんが多くて、自分の背景だったりっていうのを活かせる場が欲しいなというふうに思って、赤坂の地を選びました。実際で活動されていて感じるコリアンタウン感はありますか？住んでる韓国人の人が多いのと、あとは出勤するときに街を歩いてて、聞こえてくる言葉が圧倒的にこんなに普通に韓国語、しかも絶対観光客じゃない韓国人の人たちの韓国語がたくさん聞こえてくるのが、街と違うところだなと思います。駐在として、外国語ができない状態での病院、どのような不安とかがあってくる方が多いですか？まず、韓国の病院の当たり前が日本で、通用したらいいんですけど、韓国の病院のあり方と日本の病院のあり方違うし、韓国だったらこういう感じでいつも治療してくれるのにっていうのを、日韓の違いを日本で皮膚科やられてる先生方、診療自体はちゃんとやられてるのはもちろんだと思うんですけど、韓国だとこうだよね、だけど日本だとこういう感じになっちゃうから差があるけどごめんねみたいには伝えられないじゃないですか。けど自分は韓国にもよく行くので、韓国の皮膚科の仕組み、保険の違いとかもわかるから、日本ではこれは保険でできますよとか、韓国ではこれは安くできるけど日本だと高いんですよとか、そういうのを一応説明ができるので、納得感がある治療を提供できるんじゃないかなと思います。最近だと、韓国で美容がホットとか、韓国の方が儲かるんじゃないみたいなことを考えていらっしゃる方もおると思うんですけども、韓国でやってみたいっていう考えを持ったことありますか？今はとりあえずないです。まず、韓国に行くために取らなきゃいけない免許とか、ちょっとそういう問題もあると思うんですけど、学生の時に1ヶ月、韓国の病院に実習に行ったことがあるんですけど、その時の1ヶ月の実習、4週間、毎週違う診療科を回ったんですけど、産婦人科、乳腺外科、皮膚科、小児科を回ったんですけど、毎週軍隊みたいに厳しくて、何も言わなくても先生の目線だけで察して動かなきゃいけなくて、引き継ぎ書を見て、今日何が行われるか全部把握した状態で、暗黙の了解で動くみたいなのを、同じ顔だからできるでしょみたいな感じで、外国の留学生来ましたみたいな感じじゃなく、同じように軍隊の一員になってやったので、それがしんどかったので、私は韓国で医者は無理そうって思って、日本語の方が一応得意なので、日本でそのまま医者をやって、韓国の背景を活かすのがいいかなと思っています。ありがとうございます。この動画としては最後の質問ですが、イ先生は韓国、日本、在日とか、自分のアイデンティティに対して、どのような視線で見てるのか。自分が今30代なんですけど、10歳ぐらいまでの頃、小学生ぐらいまでの頃と、中高ぐらいの、ちょっとモラトリアムの時期と、成人して働き始めてからっていうところで、考え方ってある程度変わってきてると思うんですけど、ちっちゃい時は、この親の、作ってくれた環境で、キムチもずっと洗って食べてたし、韓国海苔とかビビンパとかも当たり前に出てくる、お家だったんですけど、韓国人でいるっていうことが何か悪いことみたいに思ったことはなくって、日本のお友達の中で過ごすと、自分が違うんだなっていうふうに思って、韓国人を売りにするっていう感じでもないのかもしれないなと思って、聞かれたら言うけど、聞かれなかったら言わなくてもいいかなみたいな感じで出しすぎないように生きてきたみたいな時があって、
で、って言ってる間に、またどうしても政治の影響とかも受けるので、日本と韓国が仲が悪かった時とか、今は、幸い、ある程度芸能とか、K-POP とか、そういったところで日本と韓国の、若い人たちの感覚がある程度揃ってきたりとか、K-ビューティーとかもとっても人気になっているので、韓国人って伝えること自体がアドバンテージに変わってきたと思うんですけど、時代ごとにやっぱ捉え方は変わってきたかなと思ってます。で、最近は特に韓国人だからというよりかは、他の国の多様性も日本も増してきてるなと思うので、在日という特別なジャンルみたいなのは、だんだん紛れてなくなっていくのかもしれないなって、歴史として知っておく必要はあると思うんですけど、別にアメリカから来たとか、別にフランスから来たとか、いろんなのが混ざり合っていく、日本になっていくんじゃないのかなとは、なんとなく思っています。ありがとうございます。はい。というところで、こちら話を聞かせていただきました。在日とのことですが、韓国100%とも言えない。日本100%とも言えない。そのどちらかのみたいな感じで、話を聞いてて、やはり在日の社会でいろんな方がおられるんだなというふうに思いながらいました。で、皆さんはどう思ったのか、ぜひコメント欄で教えてください。イーさんは、今、赤坂の方で皮膚科を運営されております。コメント欄と概要欄に貼っとくので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。パクンでした。